Where can I find strategies that actually work? This is a really interesting question because there are a lot of good strategies out there. There are good strategies out there that are free on certain websites. Problem is finding the right strategy and the context behind it. In trading, to make money, you've got to do what the average person can't do. Most trading mistakes made by beginners, even intermediates, and occasionally even advanced people when they lose their heads is most traders tend to do damage to their bottom line by getting reactive. I think that the one thing that I see more than anything else isヨーロッパの証券市場監督局 ESMA の管轄にある FX ブローカーおよび CFD 業者が開示した情報に基づくと 74% から 89% の個人投資家が損失を出しているとされています。またフランスの金融庁である AMF が2014年に行った4年間の個人投資家の追跡調査では 90% もの FX 個人投資家が損失を被っていると発表しています。加えてアメリカの商品先物取引委員会 CFTC の報告によれば毎四半期に3分の2、およそ 66% の FX 個人投資家が損失を出していると公表しています。FX やトレードでは9割が負ける。巷ではよく言われることですが、このように実際のデータを見ると大方同様の結果を示しています。さらに世界中に顧客を持つ FX ブローカーが個人投資家の口座状況を分析した調査では、負けているトレーダーにはある共通した特徴があることも明らかになっています。動画や書籍、ブログや SNS、セミナー、手法やインジケーターにテクニカルやファンダメンタルズの分析手法、これだけ膨大な量の FX やトレードに関する情報があるにもかかわらず、なぜ9割もの人が利益を出すことができないのか。これらの事実を見ると、どうやら情報がその原因ではないように思えます。では一体何が9割近くものトレーダーの妨げとなっているのか。今回の動画では相場で長年活躍しているベテラントレーダーの声を紹介しながら、その理由に迫ります。長期にわたって相場を見続けてきただけではなく、相場に出入りする人を見続けてきた彼らはどのような見解を持っているのか、また利益の出せる上位1割に入るためには何が必要なのか、そのアドバイスも紹介されていますので、ぜひ注目してください。まず最初に紹介するのはデイビッド・ポール氏。40年以上のトレード経験を持ち、機関投資家に対するトレード教育にも携わっていた方です。Which areas would you say people need to be disciplined in to be a great trader?I think that the one thing that I see more than anything else is people jumping from trading system to trading system. So they start off on a Monday morning being a trend follower and they have one bad trade and then they decide that trend following is not a good idea. Let's actually scalp a 5-minute chart and they have a go at that. That didn't work either. And they're continually optimizing to what worked well yesterday. So they jump from system to system to system. More often than I change my socks, which I may add is twice a day at the gym. Okay, so and getting over that is a major hurdle. Clearly, losses are a massive thing, and psychologists have done an awful lot of work on how to handle losses. But nevertheless, getting rid of I know it's a cliche, it's said by every trader, but getting rid of your losses fairly quickly and then adding to your winners. In trading, to make money, you've got to do what the average person can't do. And the average person, in fact, struggles to cut a loss. And the average person, in fact, struggles to add to winners.はい。ではここでインタビューを区切りたいと思うんですけれども、今のお話の中でデイビッドさんがうまくいかないトレーダーの特徴として2つの点を取り上げていました。1つ目が手法探しをし続けてしまうということ。それから2つ目が損失への対処です。まず1つ目の手法探しをし続けるという点なんですけども、数回トレードして何回か負けると、これじゃうまくいかないから今度はこの手法を試してみるかと、手法から手法へと飛び回る。昨日は何がうまく機能したかを見て手法をコロコロ変えるというものです。これは皆さん経験されたことあるんじゃないかと思います。僕もビギナーの頃はですね、それこそ子供がおもちゃ箱をひっくり返すような感じで、いろいろな手法に手を出したりっていうこともありましたけれども、この手法をコロコロ変えるっていうことですね、こういうふうに感じたことがある方多いのではないでしょうか。いろいろな手法を試しているので、それなりに知識はあるんだと思います。移動平均線の期間、例えば25がいいとか50がいいとか、いや75は絶対ないとダメだとかですね。
RSI がこうなったら買われすぎ、売られすぎ、ボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマに収まる確率は何%といったような感じで、いろいろなことをですね、勉強してきたつもりなんですけども、なぜか一向に上達してる気がしない。そして成績も全く改善しない。なんでだろうと思っているうちにまた良さそうな新しい手法を見つけては試すの繰り返し。そのような状態、感覚を持っているという方少なくないのではと思います。勝てる手法を探し求めてしまう。聖杯探しなんて言われたりもしますけれども、これはほぼ全員経験するんではないかと思います。で、手法をコロコロ変えることの問題点というのは大きく2つです。まず1つ目が手法に習熟できないこと。いろいろなものに手を出しているがゆえに手法に習熟するというスキルの習得につながらないからです。そして2つ目が自分のトレードの型が定まらないというもの。型がないということはトレードを行う時の判断の軸やロジックがコロコロ変わっているということです。ロジックがないのでうまくいっている状態を再現することができないんですね。これは次のトピックにも関連してきます。で、ここで重要なのはなぜ手法探し、聖杯探しをし続けてしまうのかという点です。デイビッドさんもこの手法探しをしてしまうことを乗り越えることが一つの大きなハードルだと言っていました。そこの原因がはっきりしないと同じことを繰り返してしまう負のループにはまってしまうからです。実はここには多くの方が見逃している重要な視点が存在します。この点について語られたインタビューがありますので、今度はそれを一緒に見ていきましょう。今回インタビューされているのはアリ・クルックス氏、20年以上のトレード経験を持つ個人トレーダーの方であり、現在は多くの若手トレーダーのメンターとしても活動している方です。このインタビューでは2つの点が語られています。手法探しをしてしまうという問題に対して、では手法というのは本来はどのように見つけるべきなのかという点。もう一つは手法探しをしてしまう根本原因に関連する点です。まずですね、インタビューを通しで再生して、その後に僕からポイントを解説していくという順番で進めたいと思います。では見ていきましょう。Where can I find strategies that actually work? This is a really interesting question because there are a lot of good strategies out there. There are good strategies out there that are on free on certain websites, but the problem is finding the right strategy and the context behind it. So you might be able to see on a website, do X, Y, and Z. That may or may not work. So the key thing is also not so much where you find the strategies, actually testing it. So we have strategies within our community that are, one strategy has been tested over 20 years. We have other strategies that have been traded live for 5, 6, 7 years that have shown a positive result. Now, let's say a new student comes to me and I say, well, okay, you're looking to be a swing trader because you've got a full-time job. Well, these are our 3 top performing swing strategies that have been tested and traded over 7, 8 years as a combined total. I still want you to go and test them yourself. Even though, here it is on a plate with the results to back it up. Still go and test it yourself because then you take an ownership over it that you don't have if you simply copy somebody else's. How can they test them? So we teach a specific process. We call it back testing. So very simply, what you're doing is you're accumulating a set of data of previous tests, previous setups that have happened in the past. And that does 2 things. Initially, what it does is we could say it gets your eye in. So what you do is you get used to looking for a certain set of criteria. Because one of the problems traders have when they start out is they'll look at a chart with a set of criteria and they'll see everything else but the criteria that's their strategy. So by looking back at chart data for a year, 2 years, you get good at seeing the pattern in its own right. The second thing is you build up a set of data. So for instance, I know that 78% of my winning trades go into some form of losing position, so some form of drawdown before they hit target. So straight away, psychologically, I'm ahead of the guy that when the trade starts going against him, he starts thinking, shit, have I picked the wrong trade? Or, oh, this is the wrong position to be in? Or should I widen my stop? I already know that's going to happen nearly 80% of the time. I'm going to see some dip before I hit target. So what you're doing is you're building up a set of stats on things like win rate, average risk to reward. What happens if you've got a risk to reward of 1.5 to 1 versus a risk to reward of 2 to 1? Well, the 2 to 1 gives me a greater profitability at the end of 100 trades, but the 1.5 to 1 gives me a better win rate. Now, if that trader is more concerned about winning, it may be that they go for the 1.5 to 1 risk to reward versus the 2 to 1. I've got quite a thick skin. I've been doing this a long while. I can cope with a week of drawdowns. I can cope with a month or even a couple of months where I'm not actually profitable. But I know that over the longer term, that's going to work. But that's because I'm going for a greater risk to reward on the trades.
はい。ではここでインタビューを区切って話の内容を整理していきたいと思いますが、今回のお話の中で2つ重要なことが語られていたと思います。一つ一つ見ていきましょう。まず1点目が自分の手で検証することの重要性です。アリさんのエピソードの中で、たとえすでに検証済みで利益が出せる手法があったとしても、または過去7、8年間にわたって利益を出していた手法であっても、新しくそれを使う人に対しては自分でバックテスト、過去検証をするように求めるというふうに言われていました。検証された手法がある。ましてや利益が出ることが過去の結果で分かっている手法なのになぜまた一から検証しないといけないのか。そう思う方もいらっしゃると思いますが、自分の手で検証することで得られることは、手法に習熟することと手法を使えるレベルに持っていけることです。これを説明する例がアリさんのお話の中で出てきましたけれども、彼の価値トレードの 78% はエントリーした後にまずは含み損になるという例が紹介されていました。彼自身はですね、その特徴を知っているから問題ないと思いますが、新しく手法を使い始めた人からすれば、間違ってエントリーしたんじゃないか、疑念を抱くとか、含み損になっているのが怖くなってしまって損切りしてしまったとか、そういう行動をとってもおかしくありません。このような手法の特徴だったり、癖っていったものが把握できていないと、間違った判断や行動をとってしまい、たとえそれが本来は利益が出る手法であったとしても、パフォーマンスに悪影響を及ぼすことになる。皆さんもこういう経験はないでしょうか？動画とかブログ記事で紹介された手法や分析のやり方を見ているときは分かったと思ったんだけれども、実際に自分でチャートに向かうと何をどうやるのか分からなくなる。あれどうやってやるんだっけなと記憶を手繰り寄せてもなんとなく曖昧で思い出せない。これっていうのも知ってはいるんですが、使えるレベルにはなっていないことの一つの例だと思います。手法を使えるレベルにまで昇華させるためには、自分で手を動かしてこうした特徴や癖を含んで手法に習熟しなければならない。だから結果が証明されている手法であっても一から検証しなければならない。そういうことを言われてるんだと思います。そしてもう一つ語られていた重要なポイントが統計的視点です。手法探しにつながってしまうという点ではこっちがより重要でしょう。重要な箇所はここです。I've got quite a thick skin. I've been doing this a long while. I can cope with a week of drawdowns. I can cope with a month or even a couple of months where I'm not actually profitable. But I know that over the longer term, that's going to work. But that's because I'm going for a greater risk to reward on the trades. たとえ1週間、1ヶ月ドローダウンに陥ったとしても、長期で運用すればプラスになることを知っている。これどういうことか、こちらの図を使って一つ例を取り上げて説明したいと思います。勝ったトレードが緑の丸、負けたトレードが赤の丸だと思ってください。そして勝った時は利益200ドルできっかりと利益確定。負けた時は100ドルの損失で損切りと仮定します。最初のトレードは勝ちでした。次のトレードは負けでした。3回目のトレードは勝ちでした。はい、次はどうでしょう。次は負けでした。その次も負けで終わりました。さらに次のトレードもなんと負けました。次こそはと期待したら次も負けてしまいました。手法をコロコロ変える人というのは、もうダメだ、これじゃ勝てないんだと言って、ここで諦めてしまうんですね。で、アリさんが言ってることは何かというと、こういうことを言ってるんですね。確かに短期的に見れば、今は収支はマイナスです。しかも、ここなんかは4連敗になっています。でも、アリさんは知っているんです。過去のデータを用いたバックテストの結果、それから実際に運用して利益を出した時の結果から、この手法を長期で繰り返していれば結果はプラスになる。ちなみにこの図でいくと、今トレード24回行って勝ちが11回、負けが13回です。勝率は 45% と 50% を切っていますが、収支はというと、勝ちが11回で、勝った時は利益200ドルですから、11×200 で2200ドル。負けは13回ですが、負けた時の損失は100ドルで固定ですので、合計損失は1300ドル。そうすると収支はプラス900ドルで、利益が900ドル出ていますよね。短期で見れば、例えばこういった部分も3連敗とかは発生してるんですが、でも長期で見れば収支はプラスになる。この一定の思考回数を繰り返すことで収支がプラスになるという統計的な考え方を理解しているかどうか。これが手法探しをしてしまう真相にある原因の一つなのではないかなと思います。この考え方が身についていなくて短期的な視点でこういうところばっかりに目が行くから、この手法でも勝てないのかとなって、明日勝てる手法、今週勝てる手法、来月勝てる手法を探してあっちこっちさまよってしまう。本当は今使っている手法で十分かもしれないのに、木を見て森を見ずの状態で黄金の木を探して常に森の中をさまよっているということなんですね。で、これの前提になるのはしっかりと過去検証、バックテストを行って利益が出せるということを確認していること。
もちろん相場ですから過去に利益が出たからといって将来も利益が得られるという保証はどこにもありません。ただ一定期間のデータセットを用いてこれぐらいの結果が得られたということは将来も多少上下の振れ幅は出たとしてもだいたいこれぐらいの範囲で収まるんではないか。そういう視点が持てるかどうかなんですね。それから資金管理をしっかりと行うということ。つまり一定の試行回数を経た後にこの結果が得られるように損失をコントロールしていくということです。この資金管理という考え方、初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれません。ちなみにこの図でいくと利益が900ドル出ていますよね。これは毎回損失を100ドルに固定し、利益は200ドルで利益確定するように損失と利益をコントロールしているからです。この損失と利益の比率のことをリスクリワードと呼びます。この話は動画の後半でも出てくるんですが、今の時点ではここまで押さえていただければ大丈夫です。詳しい話は資金管理の教科書というこちらの動画を参照してください。さて最初のデイビッドさんのインタビューでも触れられていましたが、損失はできるだけ早く手締まうことの重要性ということで、次はこの点について深く掘り下げられたインタビューを見ていきたいと思います。インタビューを受けている方はフランシス・ハント氏、35年以上のトレード経験を持つ個人トレーダーの方です。このチャンネルの過去の動画でもテクニカル分析のパターンはなぜ形成されるのかというテーマで紹介させていただいた方なので、覚えている方もいらっしゃるかもしれません。このインタビューの中では、初心者の方のみならず、それなりの経験を重ねた方でさえもしてしまう最大の過ちと、利益を出せる1割に入るためのアドバイスも提供されていますので、その2点に注目してください。Most trading mistakes made by beginners, even intermediates, and occasionally even advanced people when they lose their heads is to do with trade sizing. So that they take a loss too big. There's no damage done in taking your managed loss. That's part of the game and being wrong. The problem is that recovery ladder when you then emotionally negatively respond to taking an already slightly bigger loss. So let's say you lose 15 or 20%, and then you think, damn, I want to get back to where I was, so I need to make 25%, so I'll trade bigger again. I'm sure I'm right this time. You can't cope with the mental, it's like a mental cognizance dissonance, cognitive dissonance that makes you need to get back to where you once were, because you're now seeing yourself as the lesser self as dictated by this balance. And that then pressurizes you into trading bigger again on what looks like a sure thing. But now you're punch drunk because you must find an opportunity quickly. And it's not a sure thing. It's the first thing you grabbed hold of that best represents a possible trade. So you then bastardizing your criteria to grab hold of something that you expect to leverage you back into where you once were. This is a very big fatal spiral, because once again you then overtrade because you've got to make back more to get back up, and that's the recovery ladder concept, and boom, that is probably the single most destructive, but they aren't possibly consistent with money management as a whole. And sizing is one element of money management. Don't forget, I said risk reward should be central to that as well. So they're taking trades that aren't worth the squeeze. The juice isn't worth the squeeze, and the probability of win rates. They haven't tested what likelihood they have of winning. Too tight a stop, something else I've mentioned. All of those things all fall under the larger money management cluster, and those are all key. Well, there are so many things you would need to do to become part of the 9%. If it were that easy, everyone would be part of it. And there's a lot of intelligent people making up part of the 91%. And in fact, you will always vacillate. You'll be in the top one, and occasionally you'll be outside the 9%. But what you do need to do is you need to potentially decide on a strategy that looks after all elements of money management. And we've discussed the risk reward. We've discussed losses. You've got to manage losses. That keeps you in the game. You've got to believe you have a system that will make more than it gives back on its winning. It will win and will lose all the time. No one is ever going to have 100%. So accept that losses are part of the game and manage that. Become as systemic as possible in determining what your setup is. So the more it can be reduced to logic, the better, and the tighter. And then you need to stick to the system as systemically as possible as well, which most people are incapable of with emotions, particularly after, say, 3 losses. You'll be snakebite fearful, and after 3 wins, you'll be piling on twice the size. And that'll be the one that'll lose and give back all of those 3 wins and some. はい、ということで、ここでもいくつか重要なキーワードが出てきましたので、一旦内容を整理していきたいと思います。
まず一つ目が多くのトレーダーが行ってしまう最大の過ちとして、損失のコントロールができないという問題が挙げられていました。具体的には、損失が発生して 10%、20% 資金が減少したのを見て、取り返さなければと取引サイズを大きくしたトレードを思いつく。早く元の金額に戻さなければというプレッシャーが先行して、どこかトレードできそうなところはないかと探し始める。この時点ですでに冷静さは失われており、そんな中で見つけたトレードチャンスは、普段ならやらないような場所で無理にトレードしたからか、負けで終わり、さらに大きな損失を被る。膨らんだ損失を取り戻すためには、さらにトレードをしなければならないと、このループにはまってしまい、オーバートレードでさらに損失を大きくして、最終的には口座破綻。いわゆるリベンジトレードというものですが、同じような経験をしたことがある方、決して少なくないと思います。皆一度はやりますよね。さて、このリベンジトレードなんですけれども、これについても2つ目のアリさんのインタビュー解説のところでお伝えした統計的視点があれば、そもそも取り返すためのトレードをする必要がないということがわかると思います。負けるときは損失額を固定し、勝っているトレードでは適切に利益を伸ばすようにする。頭と尻尾はくれてやるという相場格言にある通り、何もトレンドの最後の最後までポジション握りしめて、歯を食いしばりながらトレンドの先端まで利益を絞り取る必要はないんです。大切なのは勝率とリスクリワードとのバランスを取りながら、利益が損失を上回るような適切な値幅で利益を伸ばすこと、そしてそれを継続していくこと。ハントさんもインタビューの中で言っている通り、管理された損失、つまりあらかじめ受け入れられると決めた損失であれば、それは利益を出す上での必要コストなわけですから、手法と資金管理を一体化して守備一貫して運用していくことの方がはるかに大切ということになります。では2つ目のトピックに行きましょう。利益を出せる1割のトレーダーに入るためのアドバイスとして紹介されていたのが、使う手法を決めるということ。これも冒頭のデイビッドさんと表現は違いますが、同じことを言っています。やることをコロコロと変えないということですね。そしてこの手法と資金管理は一体化して運用すべきものだということ。資金管理の要素というのは損失のコントロールとリスクリワードと勝率です。そしてこの手法と資金管理をシステマチックに一貫性を持って運用すること。これも感情が邪魔して多くのトレーダーができないことだと言われていました。例として3連敗すると蛇に噛まれたかのように恐怖に陥る。3連勝した後は調子に乗ってロットを倍掛け。倍掛けしたトレードが負けで終わり、これまでの利益をすべて吹き飛ばす。場合によっては損失に転落。この感情が邪魔をして多くの負けトレーダーが損失をコントロールできないという点ですが、これに関して非常に興味深いデータがありますので、皆さんと共有していきたいと思います。FXCM という FX ブローカーが行った収支マイナスの個人トレーダーの口座状況に関する調査です。ここに利益を出すことができないトレーダーの特徴が非常に明確に現れていますので、ぜひ注目してください。まずはこちらの表を見てください。こちらの表は FXCM のグローバルなユーザーが2009年から2010年にかけて行った120万回以上のトレードを分析して、通貨ペアごとに勝ちで終了したトレードの割合を示したものです。この青のバーで示されたものが勝ちで終了したトレードの割合ということになります。例として世界で最も取引されているユーロドルのデータを見ていくと、59% のトレードは勝ちで終わっています。これつまりどういうことかというと、2009年から2010年にかけて全世界の FXCM のユーザーが行ったユーロドルのトレードのうち 59% が勝ちで終わっていたということです。つまり半数以上の割合でトレードの方向性は合っていたということになります。それだけの割合で正しい方向でトレードしていたのに何がまずいのと思った方、次の表を見てください。今回もユーロドルを例として見ていきましょう。今表に青と赤の2本のバーが表示されています。青のバーが勝ったトレードでの利益の幅をピップスで表示したもの。赤のバーが負けたトレードでの損失の幅をピップスで示したものです。ユーロドルの全トレードのうち 59% は勝ちで終わっていたんでしたよね。でもその勝ったトレードの平均利益を見ていくと65ピップス、負けたトレードの平均損失は127ピップスだというんです。これが何を意味しているか、ここまでご覧いただいた方であればもうお分かりだと思います。勝った時の利益は小さく、負けた時の損失は大きい。損傷利大の全く逆の損大利小のトレードになっているんです。コツコツと小さな利益を積み重ねて、負けるときは大きな損失を出す。コツコツドカーンのパターンと言ってもいいでしょう。繰り返しますが、これは全世界のユーザーの口座データを元に行われた調査です。この状態でトレードを行うとどういう結果になるのか、ざっくりと計算してみましょう。
勝率は 60% とします。そしてリスクリワードはこのデータに基づいて65割る127で 0.51 になりますので、大まかにですね、このリスクリワードで毎回のトレードを行ったと仮定します。例えばこれで10回トレードするとこのようになります。リスクリワード 0.51 ということは、例えば毎回のトレードの損失を1で固定してトレードすると、利益は 0.51 で決済しているということです。はい、例えば1回目のトレードが勝ちで終わったとすると、その時の利益は 0.51。そして負けた時は損失1で固定しますので、マイナス1とします。勝率 60% ですから、例えば10回トレードを行うと、6回が勝ちトレードで4回が負けトレードということになります。では10回トレードした時の結果がどうなるか見てみましょう。勝率 60% ですから、10回トレードしたうち6回が勝ちトレード、4回が負けトレードということになります。毎回の損益をこのように記入すると、10回トレード終了した時の合計損益はマイナス 0.94 とマイナスになっていることがわかります。もうお分かりですよね。勝率は 60% で一見よく見えるんですが、負けた時の損失が勝った時の利益より倍近く大きくなっていることにより、トレードを繰り返した時の期間収支がマイナスになってしまうということです。この調子でトレードを100回、200回、1000回と繰り返していても資金は絶対に増えません。資金管理のことを知らないと勝率はそこそこあるのになんで資金は増えないんだろうってなってしまいます。では再びこちらの表に戻ってせっかくですのでユーロドル以外のデータも見てみましょう。例えばお隣にあるポンド円という通貨ペア。ポンド円というとボラティリティが大きい通貨ペアとして有名ですが、ポンド円を見ていくと損失が利益の2倍以上になっています。ひょっとして全部こんな感じなんじゃないかと思って他の通貨ペアの成績を見ていくと恐ろしいことにそうなってるんですね。どれもそれなりに取引量がある通貨ペアですけれども、大体が損失が利益の2倍近くまたはそれ以上になっています。これが全世界の負けているトレーダーの現実と振る舞いの客観的な特徴です。手法は確かに大事です。テクニカル分析やファンダメンタルズ分析などの分析のテクニックも大切です。エントリーポイントの知識も重要でしょう。でもそれ以上に資金管理をしっかりと行えていないと、そういったテクニックが全部台無しになって資金が増えないということになってしまうんです。ハントさんがインタビューの中で言われている手法と資金管理の一体での運用の重要性、そしてそれをシステマチックに運用することの重要性、理解していただけたのではと思います。はい。ではですね、このシステマチックに守備一貫して運用していくためにはどうやってやっていけばいいのか、そこの対策が語られた別のインタビューを見ていくことにしましょう。今回のインタビューでの語り手はリンダ・ラシュキ氏。ヘッジファンドマネージャーを経て個人トレーダーとして40年以上のトレード歴を持つ相場のレジェンド、マーケットの魔術師とも言われるベテラントレーダーの方です。The number one thing that I want to stress is the importance of having your trading plan before the market even opens. Most traders tend to do damage to their bottom line by getting reactive or getting disorganized, and having your workspaces with your trading platform organized is a big part of that. So when you come in each day, make sure you have your plan, like I do, with what you're going to trade and your levels written down. Once we've got our technicals mapped out, or what our trading program is going to be, then we can start to talk about concrete execution techniques, such as a specific methodology that you do every single time and it becomes automatic. First off, during the trading day, the number one rule you have to keep in mind is the less amount of decisions that you can make during the trading day. In other words, the more things that you have thought out before that day opens, the better off you are. You don't want to be having to make multiple decisions during the trading day. So very first off the bat, you must have your unit size predetermined. Are you trading 5 lots? Are you trading 10 lots? Are you trading 2 contracts? So forth. I firmly believe in deciding on your unit size and keeping an even bet size, because I don't know in advance which the good trades are and which the bad trades are. And invariably, if I start doing a 2 lot where it's scariest, that'll be the winner. And if I do a 10 lot where it looks like it's a slam dunk, that's going to be the loser. So you must keep an even bet size in order to start achieving some type of consistency of numbers. The second thing, how do you exit? Exit strategies really should be predetermined, and they are set according to the initial trade setup. はい。ということで、守備一貫したトレードを継続するための鍵は、トレードプランをしっかりと立てるということ。プランというのは、より具体的には、どの銘柄を対象にトレードするのか、どの価格水準に来たら売買をするのか、あらかじめ目安を持つこと。1回のトレードではどれぐらいのリスクを取るのか、
それに応じて取引サイズ、ロットサイズの決定、そして損切りの位置はもちろんのこと、利益確定の目安。こうしたすべてのことはトレードプランとしてエントリー前にすべて決定されているべきだということですね。そしてプランを立てるときには資金管理、特に損切りと利益確定の2つの手仕舞いの計画も組み込むということ。これが重要となります。なぜかというと、アリさんのインタビューの中で出てきた統計的視点を思い出していただきたいんですけれども、利益が損失より大きくなるトレードを繰り返すからこそ、たとえ勝率が 50% を切ったとしても利益が出るんでしたよね。プランの中に資金管理が組み込まれていないと、早すぎるタイミングで利益確定をしてしまったり、ずるずると含み損を抱えたままとなって耐えきれないほどの大きな損失になってから損切りをすることで、それまでに積み上げた利益が吹き飛んでしまう。こうした行動によって利益が損失より大きくなるようなトレードが崩れてしまい、結果として収支がマイナスに転落してしまうからです。またプランを事前に立てておくことと、それを守ることで、相場の動きに感情的に反応してしまうことも防ぐことができます。急騰や急落の動きが発生したのを見て、今エントリーしないと置いていかれるかもしれないと、損切りの位置やロットサイズを考えないで飛び乗りでエントリーをしてしまう。そういう時に限って逆行して思った以上に含み損が大きくなって怖くなって損切り。もしくはそのままずるずると含み損を抱え込んだまま身動きが取れなくなってしまう。リンダさんのお話の中で相場の動きに反射的に反応することが利益に悪影響を及ぼすという点が紹介されていましたけれども、こういった惰性で行うトレードを防ぐことにもつながります。もちろんプランを立ててもそれを守らなければ意味がないですので、そこは自制と規律が求められるところですが、向かうべき方向を示した計画があるとないとでは行動に大きな違いが生まれると思います。